今日はですね、この姫白鳥毛、まあいろんな名前あるんですけど、紅鳥木とかね、分かりづらいんでもう紅鳥木にします。紅鳥木のね、葉がね、こんな感じに黄色い葉がねいっぱい出てるんですけど、これがね、普通の状態です。まず結論から言うとこれは何なのかっていうと、前年の葉ですね、おそらく。去年一昨年かどうかわかんないんですけど、松みたいにですね、その年の葉をちゃんと取っちゃったり残したりってこう分けてるとはっきり何年目のってわかるんですけど、これはね特に何にもしてないんでわかんないんですけど、多分これは去年の葉が今黄色くなって落ちようとしてます。でこれはね、別に自分で取っちゃってもいいですし、ほっといても結局勝手に落ちるんでいいんですけど、例えばね僕みたいにこう例えば竹串こんなん持ってこうねガーってやってもいいし、逆さまにしても大丈夫な人はこうやってコン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 ってやるとねガーッと落ちたり、手でこうワサワサワサーっとやっても落ちますんで、いろんな方法で落として大丈夫です。僕なんかはね暇な時はこうやってピンセットでつまんでですね、一個一個ねこう落として考え事をしたりなんかして楽しんでます。この黄色いのが全部取れるとね、それはそれで綺麗なので、よいしょ、結構楽しいですよ。この紅鳥木ですね、ちょっとこっちの方はそんなに元気そうな感じじゃないですね。小さい方はねもう花も終わって芽が出てきて結構緑色がこういい感じですね。比べてみると分かりやすいですね。こっちはまだこれからですね。でこの紅鳥木なんですけど、実はねすごい初心者の方におすすめなので、そのおすすめポイントなんかをね今日はお話ししたいと思います。まず第一にですね、紅鳥木とても強いです。剪定しても全然大丈夫ですし、真夏のね本当に真夏8月のど真ん中に直射日光当ててても全く葉も傷まないし枯れもしません。もちろん水が切れるとダメなので、ある程度は水切れに注意しながら、育てる必要はあるんですが、でも、その桜みたいにですね水切れ即一発アウトみたいなことはなくて、この状態で水切れすると、この状態ですね、この緑が綺麗なこの状態で水切れすると、もともと元気だったこの状態でもこういうちょっとね色になるような感じにはなります。これも去年少しやらかしたんでそのせいかもしれないですね、この色は。で2番目にいいところが、花がねすんごい長い期間咲きます。今年はね4月の末ぐらいから咲きましたけど、例年は5月の初めから咲き始めて5月いっぱいぐらいは咲いてます。もういいかなっていうぐらい咲くので、ほんとねたくさん花が楽しめていい感じです。で最後3点目がですね、挿し木が超簡単っていうところですね。僕がやった限りはですね、こういうとこ刺すんですけど、こういう木肌の色になるこの枝の前にこういう紫のですね、ちょっと先端分かりますかね、葉があって軸紫ですよね。今年のね伸びた枝ってこうやって紫なので、ここのところをね、こんぐらいまで伸びたのをこうパッと切ってこうそっと刺すだけで大体つきます。そう活着率は多分僕の感覚としては 100%、 ほぼつきます。増えすぎて困るぐらいできます。なので、その例えばもうちょっと作りたいなと思ったら結構太いとこでもいけんのかな。でも今年のじゃないと多分ダメなので、去年の枝は刺しても難しいかもしれないです。この辺ぐらいが気になっててとかだったら、そこスパンと切ってこう一回刺してみるといいかもしれないですね。刺し木は超簡単です。なので多分取り木もすんごい簡単にできると思います。刺してからですね、多分1ヶ月ぐらい経つともうすでに根がこうガンガン出てる状態だと思うので、もうその状態からなんかの鉢に入れればもうミニ盆栽っていう感じです。強くて花も咲いて、花もよく咲いて、で挿し木も簡単でっていうこのね、紅鳥木系なんですけど、そうだな、ちょっとデメリットも何個かあって、まずですね1点目がですね、針金で曲げるのが難しいっていうところですね。1年目のこのねこう紫色の軸のとこの枝は簡単に曲がるんですよ。ただ2年目になるとそれが木の幹っぽい色になって硬くなってですね、はっきり言って曲がりません。指で表現するとですね、こう伸びた枝がこう紫色からこの茶色になるとですね、もう曲がりません。こう無理やり曲げようとするとそこからねこうなんかパキッて曲がったり、根元のあたりまで遡ってそこを避けたりするんで、曲げる時は
もうその年の間にやらないとダメっていうところですね。なので、形を作りたかったら今年の間にここから出た枝を思いっきり長く伸ばして、それに針金をかけてこう形を作るっていう方法じゃないとダメです。ここまで行って模様着にしたいって言ってももう絶対無理っていう感じなので、その場合はさっき言った通り挿し木簡単なので、長いとこをですねこう剪定して挿し木して、そこからもう一回やり直すと。そんなにね時間かからず大きくなるので意外と簡単にやり直せますから、それは大丈夫なんですけど、それが結構難しいところですね。で次がですね、夏すんごい強いんですけど逆に冬弱いんです。0度以下になってくるとちょっと冷たい風に当てると弱っちゃうので、やっぱね広葉樹で常緑樹なのでやっぱ寒いのは苦手なんですよね。そこだけちゃんと保護してあげれば大丈夫かな。やっぱ寒くなってくると葉も落ちるので、だいたいこう常緑樹ではあるんですけど、先端の方だけちょっと残って、あとは葉が落ちます。で寒ければ寒いほど落ちる、あったかければあったかいほど残るって感じです。でそれがいっぱい残れば翌年花が咲いた後に、今これ花咲いた後なんですけど、こういう感じで黄色い葉がいっぱい出ます。でバーッと落ちてまた出るっていう感じですね。はい、以上ですね。メリットデメリットいっぱい話したんですが、ただ好調木って育てやすいですし、高い木でもないし、気軽に始められるので、気に入ったね形、花もね結構いろいろあるんですよ。色も白があったり紫があったりとか、葉の大きさもこれは多分横幅2ミリ縦幅5ミリぐらいかなの葉なんですけど、もうちょっと大きかったりするのもあったりして、葉の大きさとか花の形とかもねいっぱい種類があるので、全部同じ好調木っていう名前で売られてると思うんでややこしいとは思うんですけど、気に入ったのがあったら是非ですねちょっと買って試して、でもっと作りたいなと思ったら切って刺せばいいだけなので、そうやってね増やして楽しんでみていただければと思います。はい、今日は好調木のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。